内乱としてのグリプス戦役地球連邦軍の自戒と多極化する戦役の構造分析序章組織内文献が生んだ内部の敵宇宙世紀87年に勃発したグリプス戦役は人類が経験したそれまでの戦争とは全く異なる異質な性質を持っていた。一年戦争が地球連邦とジオン公国という独立した国家間の総力戦であったのに対し、グリプス戦役の本質は地球連邦軍という巨大な組織内部で発生したイデオロギーの分裂とそれに伴う軍事力の私兵化が生んだ大規模な内乱である。この紛争は連邦政府の統治能力が限界に達し、軍部が政治を牽引し始めた結果、地球圏の主導権をめぐる地で血を洗う権力構想へと発展していった。事の端緒は一年戦争終結後の政治的空白と根深く残ったスペースノイドへの不信感にある。宇宙世紀83年に発生したデラーズ紛争によりジオン残党の脅威が再認識されると、連邦軍内部では地球至上主義を掲げる極右派閥が台頭した。これがジャミトフ・ハエマン率いる対ジオン残党狩り組織ティターンズである。ティターンズは当初軍内の精鋭部隊として設立されたが、その権限は次第に拡大し、事実上正規の統制を逸脱した長方期的権力を行使するに至った。彼らは地球の守護者を自称しながら、その実宇宙植民地サイドに対して高圧的な武力鎮圧を繰り返し、サイド1の30番地事件に代表される非人道的な虐殺さえ厭わない恐怖政治を敷いたのである。このティターンズの暴走に対し、連邦軍内の良識派や宇宙移民の権利擁護を掲げる将兵が反旗を翻した。これが反地球連邦組織エウーゴである。エウーゴはブレックス・フォーラ准将やかつてのジオン公国のエースであったシャア・アズナブル、すなわちクワトロバジーナ・タイーラを中心に構成され、ティターンズの専用を阻むための軍事抵抗を開始した。こうして同じ地球連邦軍の軍服を着た者同士が地球圏の覇権をかけて殺し合うという異常な事態が現実のものとなった。さらにこの混乱に乗じて火星と木星の中間に位置する小惑星基地から帰還したジオン公国残党の第三勢力アクシズが介入することで、戦況は予測不能な三つどもえの政治戦へと突き進んでいくことになる。第1章、軍事技術のパラダイムシフトと可変 MS の時代。グリプス戦役における戦闘の様相を一変させたのは軍事技術における劇的なパラダイムシフトである。一年戦争後の数年間、モビルスーツ MS の開発はジオンと連邦双方の技術が融合することで急速な進化を遂げていたが、この戦役においてその進化は得意点を迎えた。その中核にあるのがムーバブルフレームという構造革命である。従来の MS が装甲と骨格が一体となったモノコック構造やセミモノコック構造を採用していたのに対し、ムーバブルフレームは人間の骨格に相当する内部フレームを完全に独立させ、その上に装甲をボルトオンする方式を確立した。これにより MS のメンテナンス性と生産性は飛躍的に向上し、同時に機体の運動性は従来の限界を大きく突破したのである。この技術的革新を象徴するのがティターンズが開発したガンダムマーク2であった。この機体そのものは突出した高性能を誇ったわけではなかったが、その内部構造に採用されたムーバブルフレームの設計データがエウーゴ側に流出したことで、その後の MS 開発競争は一気に加速することとなる。エウーゴを支援した分散複合体アナハイムエレクトロニクスはこの新技術を投入し、機動性と大気圏突入能力を両立させたゼータガンダムをはじめとする次世代機の開発を成功させた。これにより戦場は宇宙と地上をシームレスに移動する超高機動戦の時代へと突入したのである。特にこの時代を象徴する戦術的変化が可変モビルスーツ TMS および可変モビルアーマーTMA の登場である。一年戦争時代の MS は移動には艦艇やサブフライトシステム SFS の支援を必要とすることが多かったが、 TMS は自ら航中機や戦闘機形態に変形することで長距離の自力移動と一撃離脱戦法を可能にした。
ティターンズの逆ランやメッサーラ、そしてエウーゴのゼータガンダムといった機体はミノフスキークラフトを用いずとも重力化や真空空間で圧倒的な加速力を発揮し、従来の艦隊戦のドクトリンを完全に過去のものとした。この過酷な技術開発競争の裏には巨大企業アナハイムエレクトロニクスの冷徹な計算が存在した。彼らはエウーゴのスポンサーとしての顔を持ちながら、同時に裏ではティターンズにも技術や物資を供給し、紛争そのものを自社の新製品のテストベッドとして利用したのである。兵器の高性能化はパイロットに対して肉体的にも精神的にも極限の負荷を強いることとなり、戦場は次第に MS の性能に翻弄される人間たちの悲劇の舞台となっていく。このようにグリプス戦役における MS の進化は単なる武器の更新ではなく、戦争のスピードと破壊の規模をそれまでの常識から切り離し、個人が戦局を左右するニュータイプ能力への依存を深める土壌を作り出したのである。第2章、紛争の激化と戦線の地理的拡大。グリプス戦役が本格的な軍事衝突へと発展した歴史的転換点は、宇宙世紀87年3月、サイド7のコロニーグリーンの愛知において発生した新鋭モビルスーツガンダムマーク2の強奪事件である。この事件は単なる反政府組織による兵器窃盗事件ではなかった。エウーゴに参加した連邦軍の若き士官エマシーンの中立的な視点や民間人カミーユビ団の介入によって、ティターンズがいかに軍内部で独善的な権力を増大させていたかが白日の下にさらされたのである。この強奪事件はエウーゴにとってはティターンズに対する事実上の宣戦布告となり、地球連邦軍という単一の組織が明確に2つに割れたことを象徴する出来事となった。戦線は瞬く間に宇宙空間の主要拠点である月面へと波及した。月面都市フォン・ブラウンやアンマンはアナハイムエレクトロニクスの巨大な工業力が集中する地政学的な要衝であり、エウーゴにとっては死活的な兵隊基地であった。ティターンズは連邦政府内での政治的優位を利用し、月面都市への圧力を強めることでエウーゴの資金源と生産拠点を封じ込めようと画策した。これに対しエウーゴはアーガマ級強襲巡洋艦を中核とする遊撃艦隊を運用し、高度な機動戦によってティターンズの包囲網を突破し続けた。この時期の戦闘はミノフスキー粒子散布下における拠点争奪戦の様相を呈し、限られた MS 戦力をいかに効率的に投入するかという高度な指導性能力が試される場となった。戦線が宇宙から地球へと垂直的に拡大したこともグリプス戦役の大きな特徴である。エウーゴは連邦軍の軍事的中枢であり、ティターンズの拠点ともなっていた南米ジャブロンへの大規模な降下作戦を敢行した。しかしここでティターンズは極めて冷酷な戦略を選択する。彼らはジャグローをあらかじめ放棄された罠として利用し、エウーゴの主力を引き入れた上で地下に設置された核爆発級の大規模爆破装置を起動させたのである。この自国軍の重要拠点をおとりにするという狂気的な戦略は、ティターンズの指導部がいかに倫理を逸脱し純粋な軍事的な殲滅戦に執着していたかを物語っている。このジャブロー爆破を機に地上における戦いはエウーゴの支援組織であるカラバへと引き継がれることとなった。地上におけるカラバの活動は一年戦争におけるゲリラ戦の教訓をさらに洗練させたものであった。隼人小林らを中心に構成されたカラバは巨大輸送機ヤウド村を移動司令部として活用し、北米ニューギニア、そしてティターンズの地上拠点キリマンジャロへと戦線を拡大させた。宇宙のエウーゴと地上のカラバによる二正面作戦はティターンズの戦力を分散させる戦略的な効果を発揮した。特にアムロレイという伝説的なエースパイロットの戦線復帰はカラバの士気を劇的に高め、ティターンズの地上支配を揺るがす大きな要因となった。このようにグリプス戦役は地球と宇宙を分断するのではなく、双方が密接に連携し合う全地球圏規模の同時多発的な内乱へと進化していったのである。この戦線拡大の過程でティターンズはさらなる恐怖政治の手を強めていく。彼らはコロニーへの毒ガス注入という一年戦争でジオン軍が行った惨劇を自国民に対して再現した。
この事実はエウーゴによる情報戦を通じて全地球圏に拡散され、ティターンズの軍事的な優位性とは裏腹に、その政治的倫理的正当性は急速に失墜していくことになる。武力による制圧がさらなる反抗を呼び、戦場が月、地球、そして再び宇宙の要塞へと回帰していく中で、事態はもはや軍事的な勝利だけでは解決できない泥沼の様相を呈し始めていた。第3章、政治戦の頂点とアクシズの介入。グリプス戦役の戦局を物理的な破壊以上に大きく動かしたのは、宇宙世紀87年11月に刊行されたクワトロバジーナ大尉によるダカール演説である。それまでエウーゴとティターンズの争いは連邦軍内部の権力争いとして一般市民や連邦議会からは不透明なものと受け止められていた。しかしエウーゴとカラバによる連合軍が連邦議会の所在地であるダカールを一時的に占拠し、全世界に向けた衛星放送を通じてティターンズの残虐行為を告発したことで状況は一変した。クワトロが自らの正体をシャ・アズナブルであると明かし、地球を汚染し続ける特権階級と武力による宇宙統治を標榜するティターンズの欺瞞をついたこの演説は、現代でいうところの認知戦における決定的な勝利であった。この演説の影響は絶大で、それまでティターンズを財政的政治的に支援していた連邦政府内の勢力が一斉に手を引き、ティターンズは法的な正当性を急速に失った。軍事組織としてのティターンズは皮肉にも政治的に孤立すればするほどその手段を過激化させていく。もはや彼らに残された道は圧倒的な軍事力によって既成事実を作り上げ、恐怖によって秩序を再構築することしかなかったのである。こうして戦場は政治的な対話の余地を完全に失い、最終的な武力殲滅を目指す絶望的な総力戦へと移行していった。この混沌とした二極構造の中に第三の勢力として介入したのが、小惑星基地アクシズを拠点とする旧ジオン公国軍の残党である。アナーム・カーン率いるアクシズは1年戦争後に地球圏を去り、木星圏で力を蓄えてきた勢力であった。彼らの目的はザビ家によるジオン公国の再興であり、そのための足がかりとして疲弊した連邦軍内の2派閥を競り合わせるという高度な外交的天秤外交を展開した。エウーゴにとってもティターンズにとっても、アクシズが保有するガザシー艦隊やキュベレーをはじめとする高性能 MS 戦力は戦局を左右する決定的なバランサーとなった。アクシズの介入はグリプス戦役を連邦の内乱から地球圏の生存権をめぐる多国間紛争へと変質させた。アナーム・カーンはエウーゴのブレックス准将暗殺後の混乱を突き、時にはティターンズと手を組み、時にはエウーゴと共闘のポーズを見せることで連邦側の戦力を効率的に削り取っていった。この過程でジオン公国発祥の地であるサイド3の譲渡という連邦政府にとっては屈辱的な外交的情報を引き出すことに成功する。これにより戦争の主導権は一時的に連邦内部のいずれの派閥でもなく、かつての宿敵であるジオン残党の手へと握られることとなったのである。さらにティターンズ内部でも指導層の亀裂が致命的なものとなっていた。創設者ジャミトフ・ハイマンと木星帰りの天才パプテマス・シロッコの間で組織の主導権をめぐる冷徹な暗闘が繰り広げられていた。シロッコは自らのカリスマ性とニュータイプ能力を背景にティターンズを先民による統治組織へと作り変えようと画策し、最終的には混乱の中でジャミトフを暗殺、自らが組織の頂点に立つ。しかしこの内部クーデターは組織の末端まで深刻な動揺を与え、ティターンズは軍事的な巨大さを保ちつつも、その内実は崩壊寸前の砂上の楼閣となっていた。このように第3章の段階では、物理的な武器技術の衝突以上に誰が地球圏の真の統治者たる資格を持つかというリーダーシップと政治的野心が血塗られた戦場を動かす原動力となっていたのである。第4章、最終決戦と組織の崩壊。宇宙世紀88年2月、グリプス戦役は人類がそれまで経験したことのない凄惨かつ複雑な最終局面を迎えた。戦場はティターンズの最終兵器へと改造されたコロニーレーザーグリプス2をめぐるエウーゴ・ティターンズ・アクシズによる三つどもえの消耗戦へと収束していった。この最終決戦において
各陣営はもはや政治的な妥協点を探る余裕を失い、敵対勢力の完全なる物理的殲滅のみを目的とする破滅的な衝突へと突き進んだのである。エウーゴはこの状況を打破するため全戦力を投入してグリプス2を奪取し、その圧倒的な破壊力をもってティターンズ艦隊を撃滅するメイルシュトローム作戦を発動した。メイルシュトローム作戦は単なる正面突破ではなく、機動力を生かした多角的かつ同時多発的な攻撃によってティターンズの防衛能を撹乱し、その隙に中枢を制圧するというエウーゴ戦術の集大成ともいえる大規模作戦であった。この戦闘ではゼータガンダムや百式といった高性能機が文字通り戦線の矛となり、あまたの可変 MS が宇宙空間を縦横無尽に駆け抜けるという高速機動戦の極地が展開された。しかし対するティターンズもまたパプテマス・シロッコが設計したジオをはじめとする高性能試作機を投入し、エウーゴの精鋭部隊を次々と葬り去っていった。この最終決戦は MS の性能とパイロットのニュータイプ能力が戦局を左右する得意な状況を呈しており、個人の武勇が数千数万の将兵の運命を決定づけるという極めて不安定な均衡の上に成り立っていた。さらに第三勢力であるアクシズの動向が混乱を極限まで高めた。ハマーン・カーンはエウーゴとティターンズが激突し、互いの戦力を削り合う瞬間を冷徹に待ち構えていた。ハマーンの真の狙いは地球圏の覇権であり、ティターンズが崩壊した後は直ちにエウーゴに対しても牙を向いた。このため最終局面におけるグリプス2周辺の中域は敵と味方が刻一刻と入れ替わり、誰が誰と戦っているのかさえ判然としない混沌の渦と化したのである。この地獄のような戦場に終止符を打ったのはエウーゴによるグリプス2の再ダッシュとその発射であった。クワトロバジーナやカミーユ・ビダンダの決死の行動によってレーザーの制御権を確保したエウーゴは、集結していたティターンズの主力艦隊に対しコロニーレーザーという一国家の人口を支えるべき巨大施設を戦略兵器として転用した。放たれた巨大な光はティターンズの中枢戦力を奪い、事実上崩壊、組織としての軍事的な実態を完全に消滅させた。これにより地球圏を恐怖で支配しようとしたティターンズの野望はついえたが、その代償はあまりにも大きかった。最終決戦の幕引きは各陣営の指導者たちの死と喪失によって彩られた。パプテマス・シロッコはカミーユ・ビダンのゼータガンダムによる執念の突撃の前に倒れ、その死の間際に放った精神的な波動はカミーユの精神を崩壊させた。またエウーゴの象徴であったクワトロ・バジーナもハマーンとの激闘の末に行方不明となり、指導者層を一気に失ったエウーゴは勝利者でありながらその組織運営能力を著しく低下させることとなった。アクシズは主力戦力を温存したまま一時撤退に成功したが、これは紛争の終結ではなく、さらに大規模な第一次ネオジオン構想への除局に過ぎなかったのである。グリプス戦役は勝者なき終焉を迎え、地球圏には破壊されたコロニーの残骸と軍事力の空白という新たな混迷の種だけが残されることとなった。結末、紛争の遺産とネオジオン構想への連鎖、グリプス戦役の終結をもって地球圏の主導権をめぐる激しい内乱は一応の区切りを迎えたが、その結末は勝者なき破滅と呼ぶにふさわしいものであった。ティターンズという強権的な軍事組織は自らが開発した戦略兵器コロニーレーザーの直撃を受け、組織としての実態を喪失して消滅した。しかしこれに勝利したはずのエウーゴもまた組織を支えていた最高指導者層の死やエースパイロットたちの心身の喪失により軍事組織としての持続可能性を著しく損なっていた。この勝利者不在の状況は地球連邦政府の統治能力をかつてないほどに空洞化させ、次なる巨大な脅威を呼び込む直接的な要因となったのである。この戦役が残した最大の軍事的な負の遺産は地球連邦軍の質的な劣化である。エウーゴとティターンズという連邦軍内の二大派閥が互いの精鋭将兵と最新鋭の兵器を惜しみなく投入して
殲滅し合った結果、連邦軍内からは経験豊富な士官や技術者が一掃されてしまった。このエリート層の自戒は連邦政府の軍事的な抑止力を壊滅的に低下させた。その隙を突く形で戦力を温存していたハナーン・カーン率いるアクシズ、すなわちネオジオンが疲弊した地球圏の各サイドや地球上の主要都市を瞬く間に制圧していくこととなる。グリプス戦役の終戦協定が結ばれた瞬間には、すでに第一次ネオジオン構想という新たな戦争の幕が上がっていたのである。地政学的観点から見れば、グリプス戦役は宇宙移民の自治という一年戦争以来の課題をより複雑で解決困難なものへと変質させた。ティターンズによる過激な地球至上主義はスペースノイドの間に拭いがたい恐怖と反感を与え、それがネオジオンという過激な独立運動への支持基盤を強固にする結果を招いた。一方で連邦政府は自らの内乱を制御できなかった無能さを露呈し、各サイドの自治体は連邦の保護に頼るのではなく、自らの生存をかけてネオジオンや後のクロスボーン・ヴァンガードといった勢力と独自の交渉を行う多極化の時代へと突き進むことになった。軍事技術の面ではグリプス戦役はモビルスーツが人間の能力を拡張する道具から人間の精神を消費する兵器へと変質した時代として記憶される。ムーバブルフレームや可変機構の完成は MS の性能を極限まで高めたが、それは同時にバイオセンサーに代表されるニュータイプ対応インターフェースを通じてパイロットの精神を機体と直結させる危うい技術をもたらした。カミーユ・ビダンという一人の少年の精神が戦闘の果てに崩壊したという事実は、高度化した兵器体系がいかに人間の許容範囲を超えてしまったかを象徴している。これ以降 MS 開発の焦点は単なる物理的性能の向上だけでなく、サイコミュシステムの安定化とそれに伴う人間をいかに効率的に兵器に組み込むかという非人道的な領域へと踏み込んでいくことになった。総括として、グリプス戦役とは地球連邦という巨大なシステムが内側から腐敗し自己崩壊を起こした過程そのものであったと言える。この内乱によって失われた人的・物的資源の膨大さは、その後の地球連邦政府が二度と一年戦争以前のような圧倒的な権威を取り戻せないことを決定づけた。指導者たちがそれぞれの正義を掲げて戦った結果、残されたのは荒廃した宇宙と絶えることのない紛争の火種、そして力こそが正義という冷徹な教訓であった。この戦役の遺産は、その後のシャア・アズナブルによる逆襲、そして宇宙世紀100年以降の秩序の崩壊へと止まることのない連鎖として引き継がれていくのである。チャンネル登録・高評価お願いします。